はい、地球の模型南條です。今日はですね、前回工作したスキタリチームのこの子をね、愛着湧いたんで、こいつを塗装してみたいと思います。今回もとっくん来てくれてます。お願いします。はい、お願いします。お願いします。この塗装するのに、今回ゲームズワークショップさんから出てるシタデルカラーっていうのを使って塗ってみたいと思います。このシタデルカラーを使うんだけど、塗り方っていうのも実は教えてくれていて、シタデルペイントシステムっていうんだけど、かっこいいですね。かっこいいでしょ、名前がね。シタデルペイントシステムっていう、まあ簡単に言うとレシピみたいなものがあって、でそれに合わせて今回、塗装してみたいと思います。シタデルペイントシステムっていうのはこっちのスマホのアプリにも入っていまして、こういう感じで、この順番でベース、シェード、レイヤー、エッジ、ハイライトっていう順番で塗ると、まあ、こういう感じで仕上がりますよっていうのが教えてくれるアプリです。でこのアプリがすごいのが、例えばこのマットの青に近い色が欲しいなと思ったら、それでカメラで読み込んで、ほらこういう感じで、まずはベースでこれ塗りましょう、次にシェードでこの塗料を使いましょう、でエッジはこの塗料を使いましょう、で一番明るいところをね、エッジが効くところ、角に塗るとこの色なんだけど、エッジはこの色で塗るとこのような感じになりますっていう風に、本当に丁寧に教えてくれます。まあ誰もが上手に塗れるレシピっていうのがシタデルペイントシステムです。で改めてちゃんと書くと、まず最初にベースカラーって言われているものがあって、でその次にシェードって言われるカラーがあって、3番目にレイヤー、でこの順番で塗装していけばいいっていう感じ。塗料のシタデルって書いてある下にこうベースって書いてあるでしょ。書いてますね。このベースっていうのがベース塗料ですよっていうものです。筆塗りでもまあエアブラシでもそうなんだけど、普通色塗る時って明るい色からなんだけども、シタデルカラーっていうのは暗い色から塗っていきます。多分フィギュアがちっちゃいので、その暗い色から始めて立体感を出したいから、ちょっと暗めの色からスタートさせてるのかなとは思ってるんだけども、まあ、ベースはちょっと暗めの色になってます。で次にこの塗料、これがシェードって書いてます。このシェードは、普段模型されてる方はウォッシングとか墨入れとか、ああいう表現ですると分かりやすいかなと思うんですけど、ちょっとシャバシャバの塗料になってます。だからちょっと汚しとか、あとは影を濃くしたりとか、そういうのに向いている塗料ということです。なのでちょっとここでくっきりと影を残していく、全体に落ち着かせる、色を落ち着かせる効果があります。で最後、一番明るい色でレイヤーっていうのがあって、このレイヤーカラーで暗くなった部分のところをもう一回明るく塗ったりとか、あとは角の出っ張ってるところをこういうので塗って、なんかちょっと立体感を出していくっていう感じです。だからリアルに塗るというよりは、なんかわざと明るいところを大げさに表現することで、カチッとした立体感のある綺麗になんか見える塗装をするっていうのがシタデルペイントシステムのまあ大まかな流れかなと思っています。まずはこの順番の話なんで、これは次回、この順番にうまく塗れたらと思います。で今日はその前に、これもゲームズワークショップさんから出ているサーフェイサーっていうものをまず吹いてから塗装しようと思います。でこのサーフェイサーっていうのは何なのかっていうと、まあ、薄いパテ、溶きパテをこう全体に吹きつけるような、まあ、イメージでいいのかなと思うんだけども、塗料の食いつきを良くしたりとか、まあ、そういう効果があります。例えばこれが今全くこれは全く塗装してない状態なんだけど、まあ、プラスチックのそのままの色が出ちゃってます。でこれだとなかなかどこが傷がついてるとか、もうちょっと成形っていうんだけど、ヤスリかけて綺麗にしてあげなきゃいけないなっていうのが分かりにくいので、まあ、それを全体にこれサーフェイサーしたものなんだけども、こうやって塗ることで、例えばここ取れるかな、ここはちょっと削り方が甘いなとかいうのがはっきりと分かるようになったりします。この肩のラインがね、なんか本当はつるっとしなきゃいけないのに、縦線にこう薄くラインが入ってて、あ、これちょっと削らなきゃダメだなとか、そういうのが分かったりします。であと黒と白と他にも色があるんだけど、これは
次に塗るベースカラーがどんな風に見せたいかによって白だったり黒だったり分けることができます。例えば白で赤と青を塗ってみたんだけど、ちょっと明るく塗れてるかなと思います。今度は逆に黒で塗ったものね。そうするとほら、同じ赤でも全然発色が違うでしょ。そうですね。だからこっちの方がやっぱ暗くスタートしてるし、で白い方はちょっと明るめの赤の、まあ綺麗にはっきりと明るい色が出るって感じで白からスタートする。で黒いのからスタートすると、まあちょっと立体感が出てる。だからどっちも使い勝手が自分に合わせて、今こういう塗装を表現したいって言った時には、まあ、白がいいのか黒がいいのかを考えながらやってもらったらいいかなと思います。で、まあ、今回塗るのはやっぱりこう立体感があって重量感が欲しいので、僕は黒色からスタートしようかなと思っています。あとは白色の部分だとやっぱどこが塗りそびれてるとかムラとかがすごくはっきり出ちゃうので、割としっかり綺麗に塗らなきゃダメなのかなっていう印象はあります。黒はまあ大雑把に塗ってもなんか影に見えて、そうですよね。なんかそうだね、なんかこう気楽にできるのは黒スタートなんじゃないかなっていうような感じがすごいしますね。白はどちらかというとちょっとファンタジー系で、なんか透け感とかあったりとか、本当に綺麗な、なんていうかな、なんか発色してるようなのを塗ったりとかするのには向いてるのかなと思いますね。だから同じ青でも赤でも全然見栄えが変わってきます。まあこういった違いがあります。こういった違いがあります。あとはサーフェイサー塗ってないと爪で引っかくとほら簡単に剥げちゃいます。あ、そうですね。せっかく頑張って塗ったのにゲームで遊んでる最中ちょっと角ぶつけただけでもこんな感じで剥がれて、ね、もうめちゃくちゃ剥げてるよね。でサーフェイサーの方はこれ同じように力入れてるんですけど、やっぱり全然剥がれにくさが違います。全然違いますね。でここがちょっと剥がれやすいのはやっぱ厚く塗りすぎると剥げちゃうので、まあ、やっぱり薄く塗っていくのが大事かなっていうのはあります。でもやっぱ全然剥がれやすさが全然違うので、やっぱサーフェイサーは絶対塗った方がいいかなと思います。はい、では早速この子にサーフェイサーを塗ってみたいと思います。はい、それでは今からサーフェイサー吹いていきたいと思います。でまず30回ぐらい大きいやっぱしっかり振らないといけないですね。そう、やっぱりしっかり混ぜないとね、基本僕力ないからねこんなにしんどそうな顔してるけど他の人はもっと楽なんだと思う。 OK、 よし、じゃあ引きます。準備できました。はい、はい、でサーフェイサー吹くときはいきなり本体につけようとするんじゃなくて、ちょっと外側からこうやってちょっと外からこう当てる感じ、こういう感じで吹くと綺麗に、やっぱ最初に吹いた部分が一番濃いので、そうするとムラができちゃうので、こうやってちょっとこう流しながら吹いてる。であんまり全部に色をしっかりと黒色のせようとするとやっぱさっきも言ったようにちょっとパテの要素があるので、モールドが肝心な部分が消えちゃったりとかそういうのがあるので、まあ、本当に全体的にうっすら黒くつけばいいかなというような印象で吹いてもらったらいいかなと思います。で黒色はこれぐらいちょっと離れた距離から吹いてもらって、白色なんですけど下出るカラーの白ってなんか独特でちょっと癖があるので、なんか吹いてるそばから乾いちゃうらしくって、あんまり遠くでやっちゃうとその本体につく前にもう乾いたものがまあ付着してなんかつぶつぶ粉っぽくなるみたいなので、ちょっと距離を近づけて吹いてあげたらいいかなっていうのは聞いたことがあります。でこの下出るカラーのサーフェイサーは他のメーカーさんと違ってなんか垂れる感覚が全然なくって、もうなんか乾くのがやっぱ早いんだろうなっていうのはすごく感じます。他のサーフェイサーだとちょっと垂れそうだから一回乾かそうとか言って置いちゃうんだけど、下出るはなんかもうこれで一発で決まっちゃうぐらい
ぱ乾くのが早いし、垂れてる感じが全然垂れそうって思う感覚がないので、これはすごいいいなというふうに思いますね。はい、こんな感じでいいんじゃないですかね。はい、じゃあこれが吹いた状態の草切りレンジャーくんです。いいね、これ今から頑張って塗装しますよね。楽しみにしてもらえたらと思います。では本日はペイント下出るペイントシステムについてと、あとはターフェイサーについての話をさせてもらいました。では次回いよいよ筆塗りしたいと思います。楽しみにしておいてください。それでは面白いと思った方、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございました。